こんにちは、弓矢です。はい、今日はですね、これから JR 秋葉原駅から弓矢さんまでの道のりをですね、紹介したいと思います。はい、弓矢さんですね、結構秋葉原の観光ついでにいらっしゃる方多いんですよ。はい、なのでね、道に迷わないように、はい、ちょっとね、弓矢散歩の一つとして秋葉原駅から弓矢さんまでの道のり紹介したいと思います。はい、ということで JR 秋葉原駅に着きました。はい、ここは電気街口改札を出まして西側広場になります。はい、西側広場、非常にですね、広々とした場所になっております。タクシーのロータリーなどがありますね。はい、私の向かいに見えるのは UDX のビルになります。はい、左手に見えるのが大ビルになります。結構イベントなどもよくやってますね。はい、はい、今日の弓矢さん朝散歩秋葉原の西側広場を歩いております。はい、穏やかな日になりそうです。はい、向こうに見えるのは富士ソフトビルになりますね。そのまま歩いて、はい、行きます。はい、左手は大ビルになります。今ですね、朝の9時前ぐらいですかね、8時頃になります。今日はですね、実は正月三が日、1月3日になります。まだですね、人はまばらじゃないかなという感じですね。はい。まだ正月三が日、皆さんいかがお過ごしですか？はい。私はですね、今年は、大晦日と元旦はですね、ちょっと実家の方に帰らせていただき、ゆっくりさせていただきました。はい。皆さんね、お正月どのように過ごしたのですかね、教えていただけたら嬉しいです。ぜひコメントください。はい。で、そのまままっすぐ進んでいきますと、交差点があります。秋葉原電気街の交差点ですね。はい。ここはザ・秋葉原という感じですかね。はい、非常にね、秋葉原の写真スポットみたいな感じになってますね。毎回このアニメのね、ポスターとかが変わるので、ちょっと楽しみなんですが、今はね、いろんなまたポスターありますね。原神とか、ゲームのポスター多いですね。はい。まだイチョウ並木もちょっと色づいてますね。ここは本当平日来るとすごいんですよ、人が。あとちなみにゴーゴーカレーも最近旅行者の方が非常に列をなしてますね。はい。でこちら右手に見えるのが住友不動産の秋葉原ビルになりますね。住友不動産の秋葉原ビル、あとはビッグカメラがあります。はい、ビッグカメラでお買い物すればいろいろお土産も揃いますね。はい、そのままこちら秋葉原電気街の交差点を進んでいきます。はい、そのまま進みます。はい、ここも秋葉原独特の街並みですね。左手に見えるのがアットホームカフェ秋葉原本店になります。ここもいつもお客様で賑わってますね。そのまま進みます。はい、左手に見えるのが羅針盤秋葉原本店になります。ここも非常に旅行者の方多いですね。私いつもここ通るんですが、もう海外の旅行者の方が非常に多くいらっしゃいますね。はい、この道も非常にね、昼間はにぎわいます。はい、そのまま進んでいきます。今日はですね、1月3日でお正月真っ只中ということなんですが、皆さんはね、初詣とか行かれましたか？はい。私は実家の方で、近くの神社に行ったのと、あとは湯島天神にも行きましたし、はい、これからちょっとね、通る神田明神にも行きました。ここも、またメイド喫茶ありますね。はい、そのまま進みます。
はい。あと左手に見えるのが小諸そばもありますね。はい、私そういえば、年越しそばを何回食べたかわからないんですが、もう年末年始なんかそばばっかり出てきました。お雑煮とかも食べたいな。はい、あと向かいに見えるのがココスですね。ファミリーレストランココスになります。ここも私結構よく行きますね。はい、ドリンクバーとかあるので何人かで行くにはやっぱファミリーレストランって本当に便利ですよね。そのまま上り坂になりますね。坂を登っていきます。十字路が見えてきました。はい、ここはですね、国道17号線とぶつかります。国道17号線といえば、日本橋の方に行くルートですね。はい、今見えてるこの道が17号線。はい、なのでこの17号線ずっとまっすぐ行くと弓矢山になります。はい、秋葉原から弓矢山までこのね中山道国道17号経由となると1.5キロになります。歩くとだいたい23分とはなっているんですが、信号とか考えると30分ぐらいかかりますかね。はい、けど私結構この道好きでよく秋葉原まで歩いて行ったり来たりするんですが、この坂道登ったり下ったりっていうのがちょうどいい足の運動になりますね。はい、なのでね、そのままちょっとこう上り坂ですが登っていきます。はい、はい、そうするとですね、左側に見えるのが B パンプというクライミングができる施設になります。はい、皆さんクライミングとかやったことありますか？はい、私もねないんですよ。ちょっといつも気になってるんですが、 B パンプというクライミングができる施設があります。はい、そのまままっすぐ進んでいきます。はい、この右手のですね、17号沿いにですね、非常にたくさんポールがあるんですが、これはですね、神田明神がちょっと行くとあるんですね。その神田明神の初詣の整列のためにこれだけポールが並べられていますね。はい、今日はですね、1月3日、正月三が日最終日とはなるんですが、朝ですね、今9時前ですかねになるんですが、結構ねこれだけポールたくさんあって、はい、規制線というかね整列用にポールが並べられています。はい、ちなみにこの公衆トイレ、はい、ここね公衆トイレがあります。結構公衆トイレって大事ですよね。はい、千代田区の公衆トイレ非常に綺麗なので、ここチェックしておいてください。はい、そのまま上り坂登っていきます。はい、ちなみにこの私の左手に見えるのは湯島聖堂になります。はい、湯島聖堂の向かいに神田明神もあります。はい、この辺寺社仏閣が非常に多い場所になっておりますね。はい、そのまま進むと神田明神が見えます。はい、まだちょっと人がいらっしゃいますね。はい、今9時前とはなるんですが人が増えてきました。私昨日も行ったんですが、昨日に比べると全然人は少なくなってますね。はい、はい、そのまま進んでいきます。はい、皆さん正月三が日いかがお過ごしですか？はい、私ちなみにですね大晦日と元旦は実家にちょっと帰らせていただいたんですが、実は実家にですね保護猫ちゃんのミオというですね猫ちゃんがいるので、ちょっとその猫ちゃんの話をしたいと思います。私実はですね大の猫好きでして、はい、小さい頃からずっと猫を飼っておりまして、一番印象に残っている猫はですね18年ぐらい生きた猫がいるんですが、今は実家にみおちゃんっていうですね保護猫ちゃんがいます。はい、でみおちゃんはですね非常に変わった
猫ちゃんになってまして、もうみおちゃんは多分自分のことを人間と思ってるんだと思うんですけど、いつもですね、私実家に犬もおりまして、犬と散歩に行くとき、みおちゃんも必ずついてくるんですよ。なんかみおちゃんがねちゃんと見張り役みたいな感じに思ってるのかわからないんですが、ずっとですね犬の散歩と私をですね監視してるみたいにずっと後ろをついて回るっていう猫ちゃんですね。はい、基本的にはみおちゃんはですね家の中を入ったり外に出たり、もう本当に自由な猫ちゃんではあるんですが、結構人が好きであの人に寄ってくるんですね。はい。もしかしたら知らない人とかねなんかついてっちゃうかなと思うんですけど、はい、家のねお庭とか犬の散歩をですねずっとついてきて、はい、本当に人懐っこい猫ちゃんになります。実はみおちゃんの他にもももちゃんというですねおばあちゃん猫も住んでるんです。はい、そのねおばあちゃん猫ももちゃんは私のおじいちゃんですね。おじいちゃんにもつきっきりでつきっきりですごいんですよ。私が近寄ってもすぐに逃げて、けどおじいちゃんの後を一日中ついて回るっていう猫ちゃんなんですね。はい、なのでおじいちゃんにしか心を開いてない猫ちゃんなんですよ。こういう猫ちゃんも珍しいですよね。はい、実は私のおじいちゃん94歳になってちょっと足腰悪くはなってきてるんですが、毎回そのももちゃんがですねなんかおじいちゃんを先導したりとかおじいちゃんの後をついて回ったりとか、はい、そんな感じでなんか仲良く2人で暮らしてますね。はい、そんな私の実家みおちゃんという猫とももちゃんという猫2匹で和気あいあいとやっているんですが、あとはワンちゃんもおりまして、はい、ワンちゃんはレオンというですね名前のチワワになりますね。はい、レオン、はい、レオンもねもう年寄りのおじいちゃんなんですが、はい、レオンという犬もいます。なので私の実家は3匹ですね。はい、猫2匹と犬が1匹で過ごしてます。はい、なのでね実家の方に帰るといつもね私の息子、はい、子供店長もすごい楽しそうにしていて、はい、犬の散歩を行ったりとかで、犬の散歩を行くとみおちゃんがついてきて、はい、なんかすごい犬と猫の散歩をしてるっていう感じなんですが、はい、それが非常になんか息子は楽しいみたいですね。はい、やっぱり都内に住んでいると猫を飼ったりだとか犬を飼ったりっていうのがすごく難しいですよね。はい、皆さんは動物飼われてますか？ペットちゃんいらっしゃいますかね？はい、私の周りもですね案外ペットを飼ってるお家多いですね。猫ちゃんですとかワンちゃん飼われてる方も結構いらっしゃいますね。うん。最近ですね弓矢さんの近くに動物病院ができまして、見るとですね結構ワンちゃん猫ちゃんね来てますね。そう、この辺り結構ね家族の一員としてペットを飼ってるというご家庭多いみたいですね。はい、ちなみに皆さんは飼われてますか？うん。はい、弓矢さんですね。ちょっとね、猫ちゃん、ワンちゃんは飼っていないんですが、ね、猫ちゃんとかね、ワンちゃんいると、ね、楽しいかなとは思うんですが、なかなかね、ちょっと難しい面もあったりっていうので、ね、ワンちゃん猫ちゃんはまだ踏み出せていないんですが、いると可愛いですよね。はい、私はね、飼うんだったら猫ちゃんですかね。皆さんどうですか？ワンちゃん猫ちゃんどっち派ですか？
うん、私は、どちらかというと猫ちゃんを飼ってた時期の方が長いので猫派ではあるんですが、はい、ね、可愛いですよね、猫ちゃん。はい。はい、ということで、そのままね、進んでまいりました。右手に見えるのがずっと17号線になります。はい、あっという間にもう文京区になりますね。はい。はい、文京区の交差点になります。実はもうすぐなんですよ、弓矢さん。はい。もしですね、こんな動物飼ってるよとかね、そういうのあったらね、ぜひ教えてください。はい、実はね、私、今まで実家で、本当にたくさんの動物っていうかね、ペットちゃん飼ってきたんですが、はい、最初はね、ハムスターから始まり、なんか赤星インコちゃんですとか、ムクドリみたいな、なんかいろんな鳥も飼いましたし、あとは、ウサギですとか、ウサギの種類なのかな、チンチラみたいのも飼いましたし、あとはね、イグアナとかも飼ったことあるんですよ。イグアナ。うん。イグアナはね、本当に畑から小松菜を取ってきていろいろ食べさせてはいたんですが、はい、なんかいろんな動物を飼いましたが、結局一番長生きになったのは猫ちゃんでした。はい、ということで、もうすぐですね、弓矢さん近くなってまいりました。ここ道まっすぐ行くと、丸の内線の本郷三丁目駅になります。はい。で、この細い路地をですね、左に曲がります。はい。もうすぐですね、弓矢さんになります。今日はですね、私のペットちゃんのね、お話、はい、実家の猫、みおちゃんですとか、ももちゃんですとか、レオンっていうね、チワワもいるんですが、はい、その話をしてまいりました。もし皆さんね、飼っている、ペットちゃんいたら教えてください。はい。ということで、はい、このオレンジ色の建物が、はい、阪急道場弓矢さんになります。はい、こちらですね。秋葉原から歩いてきました。だいたい、20分、30分ぐらいですかね。の道のりになります。はい、ということで弓矢さんまでやってきました。はい、歩くと20分から30分ぐらいちょっとかかってしまうとは思うんですが、はい、結構ね、いい散歩になりますよ。はい、ということでね、はい、動画長らくありがとうございます。もしこの動画がいいねと思ったら、グッドボタン、高評価、あとですね、チャンネル登録をしていただければ励みになります。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。